こんにちは、パンズです。今回は、ブラックフライデーで買った Galaxy Tab S9FE の、紹介ですね。どうして買ったのか、どうして iPad じゃないのかなっていうのを、話したいと思います。まずですね、iPad をずっとこれ、第6世代の、無印第6世代を使ってるんですけど、これがですね、最初、買った時、2019年の春なんですが、それを、なんで春かっていうと、それは大体無印 iPad って当時は春に出てたんですね。だから、第7世代を待ってたんですよ。で、それ第7世代が出たら買おうと思ってたんですけど、出なくて、しょうがないから、第6世代を買ったんですけど、1年遅れでね。ちょっとそういう悔しい思いをしたことがあったんですけど、その時にはね、ストレージが一応 32MB、一番低いストレージが32だったんですけど、32だけど、もともとね、なんか古い iPad って16とかだったんですよ。一番低いストレージが。だから、16の倍だから、じゃあ、32あれば大丈夫でしょうっていうことで使ってたんですよね。で、最初の頃は良かったんですよ。大丈夫で。で、なんかもう、Kindle とかね、そういうのも全部 iPad で読んだりとか、まあ、動画見たりとか、そのパソコンでやるような、ワードとか Excel とかの仕事も iPad でやって、もうもちろん絵描くのが iPad なんですけど、もう全部できてたんですよね。でもういつも持ち歩いて iPad があればいいなっていうくらいの感じで使ってたんですけど、だんだんストレージを圧迫していって、最初は iOS だったんですけど、それもなんか途中から iPadOS に変わって、それもあるのかな、なんかどんどんね、なんか重くなっていって、でもうね、アプリ入れてもね、アンインストールされちゃうんですよ、足りなくて。iCloud 契約してんですよ。それでもダメなんですよ。うん、もうアプリ入れても、なんか勝手にアンインストールされて、で、使おうと思ってタップすると、もうインストールから始まるみたいなね。そんな状態が続いてたんで、もう iPad は絵描くだけのマシンにしようっていうことで、今そういう使い方をしています。それで、もういずれ新しいの買おうかなっていうのをずっとしてたんですけど、このタイミングになって買うことに決めたんですよね。で、2023年モデルが出たらね、もう確実に第11世代ですか、それが出たら確実に無印 iPad 買ってたんですけど、出なくて、今買うと1年前の第10世代になってしまう。またね、2019年の時と同じになっちゃうから、それもね、ちょっと嫌で、じゃあどうしようか。でも、じゃあちょっと機能の高いやつにしようかとか、iPad Air にしようかなとか、思い切って iPad Pro にしようかなとかって考えてたんですけど、それもね、なんか、うーん、ちょっとね、高いし、それにね、なんか iPad Air とか iPad Pro にすると、Apple Pencil が第一世代じゃないんですよね。第二世代になっちゃうから、それの他に2万円ぐらいかかっちゃうんですよ。それで、ちょっとどうしようと思って、同じ6万、無印 iPad と同じ6万円台で、もうサムスンの、えっと、サム、サムスンの Galaxy Tab S9FE が、なんかちょうど無印 iPad みたいな位置的で出てきたんで、じゃあ買おうかなってことになったんですよね。で、まず買ってこの 128MB あるんですよ。ストレージが最初から。これがですね、あと、ギャラクシーだから、マイクロ SD で増やせるんですよね。1TB まで。だからこれを買えば、とりあえずストレージの心配がないかなっていうのが、まず、それを買う決め手になったとこですね。なんか iPad の第6世代も結局ストレージが足りてたらまだまだ使えてるんですよね、十分。
そんなにね、新しい機能とか求めてないので、大丈夫だったんですけど、結局増やせないから、マイクロ SD のスロットとかついてないから、まあ最初にね、ちょっと多めに買っとけばいいんですけど、まあ、例えばですけど、この iPad の、無印 iPad 第10世代、まあ第9世代もそうですけど、あと iPad Air の最初は 64GB なんですよ、ストレージが。それが、64だとね、やっぱり、今の持ってる第6世代の32の倍だから大丈夫かなと思うんですけど、でもそれもね、やっぱこの第6世代買った時の、なんていうのかな、その心境と同じなんですよ。だから64だと心もとないから、その倍の128欲しいんですよ。だけど、128ってないんですよね、アップル。128は iPad Pro が128からスタートなんですよ。だから、なんていうのかな、無印 iPad と、iPad Air は、64の次が256になるんですよ。だからもうね、なんか、急に値段も張り上がっちゃうし、どうして128用意してくんないのかなっていう、まあそういう気持ちもあったんですよね。いや、64の倍128欲しいけど、でも次は256からしか買えないっていう。いや、それはないでしょう、みたいな。だって iPad Pro 128から始まるのにって。だからね、そういうなんか、ちょっとなんか悲しいとこがあって、まあ、この Galaxy はね、128スタートで、なおかつ、マイクロ SD 足せるから、もうストレージの心配はないかなっていうので、Galaxy に選びました。それとあと、ラムもね、6GB あるんですよね。だから、まあ大丈夫かなって、4とかだったらちょっと心配だけど、6あれば、もうちょっとしばらく使えるのかなっていうのがありました。それとね、まあ、あと S ペンですね。この、無印 iPad 買えば第一世代の、なんて言うんでしょう。Apple Pencil 使えるんですけど、もしちょっと上の機種を買おうかな、iPad Air とか iPad Pro を買おうと思うと、第2世代の Apple Pencil 買わなきゃいけないから、そうすると2万円ぐらいになるでしょう。そうすると、ね、ちょっときついなっていうのがあったんですよね。まあ、Galaxy は S ペンついてくるから、まあ、その分のお金かかることはないんですよね。だからキーボードとかそういうのは普通にワイヤレスのやつ持ってるんで、まあ、なんかパソコンみたいに使うこともできるし、それで、なんとかなるんですけど、まあ、それですね。あとは、絵ですよね。絵描けるっていうことなんですけど、iPad 以外で、絵が描けるっていうのは、なんて言うんでしょうね。Android だと Galaxy しかないんですよ。で、Windows だと、Surface なんですよね。まあ、Galaxy で、絵が描けるっていうのは、もうそのスマホがね、Galaxy の Note 10プラスなんです。今これ動画撮ってるのが Note 10プラスなんですけど、それも S ペンついてて、絵が描けるんですよね。だからまあ、絵が描けるっていうのはもうスマホで体験してたんで、まあ、Galaxy だったら大丈夫かなっていうのがあったんですよね。あと、Windows だとどうしてもちょっと Windows って立ち上げたりするのがなんかちょっと億劫で、まあ、Surface もね、Surface Pro 5を一応持ってるんですけど、パソコンがね。あのまあ、もう2025年までなんですよね。Windows 10、Windows 10だから2025年までしか使えないんですけども、まあ、その Surface、一応 Surface も絵かけて Surface ペンもすごくいいんですけど、いや、もうちょっとあとちょっとしか OS 持たないのかなと思うと、ちょっとなんか、ちょっと絵をサーフェスの方でっていうのはちょっとなんかできなかったんですよね。それで、まあ、まあ、書けるは書けるんですけど、まあ、Amazon とかで見るとね、なんか、同じサーフェスだったり、ちょっと1個下のサーフェスだったり、サーフェスプロ4とかだったりしても、あの、Windows 11が入ってるやつが売ってたりするんですけど、まあ、それによってね、なんか、
他にちょっと不具合、絵描けるかどうかって分かんなくなるじゃないですか。それインストールできたとしても、絵が描けるかどうかってちょっと分かんないんで、絵描けなくなるのも嫌だから、まあ、まあいいかって感じなんですけどね。iPad 使えなくても Surface あれば絵描けるでしょっていうの風にはならなかったんですよね。で、なんかApple って、なんていうのかな、あの、iPhone と iPad と Mac、その3つありますよね。3つっていうか、まあ3種類っていうか、まあ種類的にはもっとあるんだけど、どれもね、なんか使い分けできるように、なんか役割分担みたいになってるんですよね、Apple の方って。それがね、なんか、いいって言えばいいんですよね。なんかそれが人気のある証拠なんでしょうけど、そうやって使い分けられて、あのじゃあ、これは iPhone で、これは iPad でとか、これは Mac でとか、そんな感じで使うんだと思うんですけど、まあちょっと僕的にはね、それがあんまり好きじゃないっていうか、なんか例えば Galaxy だったら、スマホね、Galaxy、まあ僕のはちょっと2018、2019年モデルかな、そのスマホ、Galaxy Note 10プラスってやつを使ってるんですけど、まあ S ペンがついてて、絵描けるんですよ。でも iPhone はまあ、ペンついてないじゃないですか。絵は指とかで描けるけど、まあ、専門ではないですよね。絵描くのは iPad に任せてよ、みたいな感じじゃないですか。そういうのはね、なんか、うーん、Apple ちょっとそういう風に使い分けてるんだと思うんですけど、それがね、なんか、自分的にはね、なんか、あんまり好きじゃないな、出し惜しみしてるような気がして、またね、Mac も絵描けないじゃないですか。iPad で絵描けるけど、Mac で絵描けない。で、Mac は、絵描けないどころじゃないんですよね。タッチパネルも使えないんですよね。どうしてって感じなんですよ。僕的にはどうしてって感じです。それはやっぱり iPhone と、iPad を作ってるメーカーが、絵描けないのはいいとして、ペン使えないとかそういうのはいいとして、タッチパネル対応してないっていうのがちょっと信じられないんですよね。なんかサーフェスとかでこう、タッチパネル使って楽だし、こうやってピンチアウトとかできるじゃないですか。だから、そういうのができないと、ちょっとなんかなって思うんですよね。なんかそういうとこがあって、まあ、パソコンはサーフェスで、スマホはギャラクシーだったんですけど、まあ、ギャラクシーはね、ギャラクシーだからまあ、スマホで書けるから、まあ、今 Z シリーズですか、ちょっと高くて買えないですけど、全く手が出ないですけど、だから結局 iPad mini みたいな存在がなくて、ギャラクシーのギャラクシーのそのスマホの方はペンで書けるようになってるんだと思うんですけど、まあその分はね、なんか iPad mini みたいな存在のタブレットがないってことなんですけど、まあそういうのあって、なんかまあ、iPhone 使ってたりとか、Mac 使ってたりすると、なかなかね、やっぱり iPad ってなっちゃうんですけど、まあ iPad じゃなくてもね、いいのかなって、Android 使ってるし、Windows 使ってるし、いいかなっていうふうに思って買いました。で、これね、なんか防水なんですよ、一応。防塵防水って書いてあったんで。まあだからもしかしたらお風呂で絵描けたりとか、本読んだりとかできるかもしれないんですけど、まあちょっと怖いからやらないですけどね。まあ Kindle の持ってた時はお風呂で読んでましたけど、まあそれはちょっとやらないですけど、まあとりあえずそういうのも大丈夫みたいですね。で、まあ、あとはね、なんかもうこのタブレットなんですけど、Android はタブレット用の OS がないから、まあその辺はね、ちょっと使い勝手が Android のその普通のスマホと同じような感じになっちゃうと思うんですけど、まあそれはね、なんか、うーん、これから先ね、タブレットが普及していけば、タブレット用の OS もできるのかなとは思ってます。それと、あと、iPad はアプリが充実してて、まあ、iPad の方でね、絵描くときって Procreate っていうのを使ってるんですけど、
それがね、まあ Android はまあないんですよ普通に。だからないの痛いなっていうのはありますけどね。iPad だったらこれ使えるのになとかね、そういうのはあるんですけど、まあそれもね、おいおい出てくれるんじゃないかなとは思うんですけど、まあなきゃないでね、他のアプリ使って書けばいいかなと思ってるんですよね。これ今使ってるのはサムソンの純正のアプリなんですけど、まあ結構いいと思いますよ。ちょっとメモ書きぐらいにはね、ちょうどいいと思うんですけど。あと、まあ普通にクリップスタジオって漫画描くアプリはギャラクシーも対応してるみたいで、それを今回ちょっと、まあサブスクなんですけど、ね、月いくらとかになっちゃうけど、なんかもしかしたら半年ぐらいはただで使えるかもしれないから、まあ半年使えなくても1ヶ月は使えるかなと思うんですけど、試してみようかなと思ってます。で、またね、まあ今度このタブレットにしたから、今度またパソコンの方のね、使いが減ってくると思うんですけど、まあそれで使い使っててね、いいなと思ったらまた紹介したいなと思います。で、今度は絵描く時の感じで絵描くのはどうかなっていうような感じの、まあこれはメモアプリなんで、まああんまりあんまりね、なんか、えっと、今回は各紹介じゃなくて、どうして買ったかっていう紹介だったんですけど、まあ、そういうことなんですけど、それで、だからこの動画見てね、まあ動画見る人なんて、僕の動画見る人なんてね、そうそういないでしょうけど、この動画見てね、ギャラクシー買おうかなとかって思っても、ちょっとまだ手出さないでほしいですね。なんかもしそれはなんか、あの、まだね、自分使ってないんです。使い込んでないんですよね、まだ。だから、まあ、最初からね、OS がタブレット用じゃないっていうの、まあそういうハンデとかね、そういうのがもう分かってて使うんで、そういう不満とか多分ないと思うんですけど、でもなんか使っててやっぱり iPad じゃなきゃ嫌だとかね、そういうふうに言うかもしれないんで、そうなったらちょっと申し訳ないんでね。まあ僕も以前 iPad 第6世代買った時に、あるオーディオ関係のYouTuber さん、インフルエンサーにはなるかな、どうなんだろう。結構でも、結構有名な、YouTube で食べてるぐらいの稼いでる人だと思うんですけど、その人がね、なんか iPad の第6世代を買ってね、これめっちゃいいじゃないか、みたいな感じで紹介してたんですよね。で、その人の動画がね、なんか、決め手になったって言われたらそうではないんですけど、でもなんかちょっとやっぱり、買おうかなっていう風になった、きっかけにはなってたと思うんですけど、その後ね、だから春に iPad Air とか出たって言ってたじゃないですか。2019年の春。その時確か iPad mini も出たと思うんですけど、その後のタイミングぐらいで、その人ね、iPad mini 買ったんですよね。そして iPad mini いいじゃんってことなんですけど、それはそれで iPad mini いいねって話だったらいいんですけど、無印 iPad ね、第6世代をもうケチョンケチョンにけなしてて、もうボロクソにボロクソに言ってたのかな。なんかすごいそれ見てショックで、いやー、そこまで言うかぐらいで、自分は気に入って使ってるのに、自分はなんか、ね、なんか毎日その日本語教師の時も授業で使ってるし、もう家帰っても、もうずっと iPad を使ってたんで、なんかすごいショックでね、そういう動画を見て、いや、お前の動画もちょっと関係してたのになとかって思うとなんかちょっとムカついちゃったりしてたんで、別にその人のね、買って気に入ってるんだから別になんか文句はないんですけど、やっぱりなんかそのケチョンケチョン動画見た時にはね、いや、買っといてそれはないよなとかって、そういう動画をね、なんか見て残念な気持ちになったんで、だからそういう風になってほしくないなっていうのが一つですね。これシャットダウンしたんでそろそろ終わります。だから、絵描いたりとかね、今後動画上げるんで、
そしたら、ブログ記事にもすると思うんですけど、どっちでもいいんで見てくれて、それで決めていただけたらなと思います。で、絵描かない人は、ギャラクシーの A9 っていうのがあるんですよ。それがね、結構安いんですよね。これ6万円台なんだけど、A9 多分3万円か4万円台だと思うんですけど、それも新しく出たんですね。だから、A9 の方でいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとラムがちょっと4ギガとかだったけど、ストレージはね、これと同じで、マイクロ SD で増やせるんで、だから、いいと思うんですよね。A9 ってやつかな。多分、サイズも10インチくらいだったと思うけど、あとね、なんかこれ、S9FE よりも、ちょっと前に出た、S6 ライトっていうのがあって、それもね、絵描けるんですよ。ただ S6 ライトはね、なんか2年以上前に出たモデルを日本向けにちょっと新しくちょっと CPU とか変えたのかな。なんか変えて出したんですけど、ちょっとこれよりも性能落ちるんで、まあ4万、ブラックフライデーの時4万円台ぐらいだったの、4万ちょっとぐらいだったと思うんですけど、だから、第10世代の無印 iPad がこれだとしたら、第9世代の無印 iPad 的な位置だったのかな。でもちょっと古い機種だから、ちょっとやめといた方がいいかなと。なんか、他のこととか動きもっさりしてるっていうレビューもあったんで、そっちはあんまりお勧めしないんですけど、絵描かないんだったら A9 ってやつがあるんで、そっちがいいかなと思います。では、またね。